今のご時世にまだ手作業の工程なんかあるのかよ。手作業なんて時代遅れだろ。俺が今まで自信を持ってやってきた仕事を新しくやってきた年下部長が鼻で笑った。そして俺が手作業の重要性を訴えても全く理解しようとしない。お前、自分の仕事を機械に奪われたくないからってそんな大げさなことを言って。違います。本当に手作業で仕上げないといけない工程なんです。あのさ、あんた年寄りで今時の機械がうまく扱えないからそんなことを言ってるんだろう。他にできる仕事がないからここでそんな非効率な作業をしてるんだ。これだから年寄りは。部長は持論を展開し、口を開くたびに俺を侮辱した。この作業も効率化させるために機械化させる。あんたは用済み確定だよ。クビだ。最後にそう宣言した部長に一瞬頭の中が真っ白になり、理解すると同時に強い怒りが湧き上がる。後で後悔しますよ。俺は部長にそう言ったが、負け惜しみとしか思っていないらしい。分かってもらえないなら仕方ない。事実が分かったとき、部長は焦るだろうが、俺はもう知らない。俺の名前は広田康介。自動車の部品メーカーの工場に勤務している。俺の勤める工場は決して大きな部品メーカーでも多くの人に知られているような有名企業でもない。しかし、独自の部品製造を行っているという強みがあり、有名自動車メーカーにも部品を卸している。そして俺はそんな自分の会社にも仕事にも誇りを持って仕事をしている。こんな風に俺が自信を持って言えるのは、入社以降製造部門としてずっと仕事をしてきたからだ。もう俺より年上の製造部門の人間はほぼいない。年長者として今まで積んできた経験を生かして働き、また同僚や若手とも良好な関係を築けるよう気を使っている。そのおかげもあり、自分で言うのもなんだが、結構頼りにされているようだと思う。そんなある日、工場に足を運ぶと、製造部がざわついており、いつもとは雰囲気が違った。なんだ、何かあったのか。みんながざわついている理由を知ろうと、先に出社していた同僚に声をかける。なんかさ、今日新しい部長が来るらしいんだよ。先日、今まで俺たちの上司である部長が異動になり、違う工場に移っていっていた。その代わりの人事が行われたということだろう。新しい部長か。どんな人なんだろうな。みんな新しい上司が来ることを知り、それでおのおの緊張していたり、そわそわしたりしているというわけだ。注目が集まる中、その人物は製造部門に入ってきた。新藤健太です。どうぞよろしく。新しい部長である新藤さんが入ってくると、再び製造部門内がざわめく。本社からやってきたという新藤さんは、俺よりもかなり若い男性だった。もちろん、俺は自分が年上だからといって偉いと思っているわけではない。だが、想像していたよりも若そうな男性だったので、少し驚いてしまう。他の同僚や若手も同じような感想を持ったようだ。俺らよりだいぶ年下だな。びっくりしたよ。そうだな。俺もかなり驚いた。新藤さんに聞こえないように同僚と会話をしていたところで、新藤さんが再び口を開いた。
俺は今までよりも利益を上げたいと思っています。そのためにはまず無駄を省いて効率化を進めていきますので。進藤さんが俺たちに声を高らかにして宣言する。それにまた同僚たちが隣の者とささやき合った。みんな戸惑っている様子だ。効率化か。どう変わっていくんだろうか。仕事をする上で無駄をなくすことは大事なことだ。しかし、無駄に見えて無駄じゃないことだって俺たちの工程の中にはある。それを進藤さんが理解してくれるのか、俺は少し不安を感じていた。みんな新しい環境にそわそわしているが、仕事は待ってくれない。時間になり、俺を含めみんな仕事を始めにおのおのの定位置に向かって仕事を開始した。俺もいつも通り仕事をしていたのだが、一人で工場内を視察していた進藤さんが俺の元へやってきた。いつも俺は製品の仕上げである最終段階を一人で行っている。製品の仕上がりを左右する大事な工程で退任を任されているのだという自覚を持ってやっている。いつもと同じように最終仕上げを手作業でしていると、進藤さんが驚いたような表情をした後、口を開いた。はあ？今のご時世にまだ手作業の工程なんかあるのか？進藤さんは心底驚いたようで、すぐに俺にそう声をかけてきた。はい、この作業は手作業じゃないときれいにできないような繊細な作業で、俺は進藤さんにこの作業が大切な作業であることを伝える。しかし、俺の説明でも進藤さんは全く納得していないようだった。次の瞬間、進藤さんは耳を疑うような言葉を吐いた。お前、自分の仕事を機械に奪われたくないからって、そんな大げさなことを言って。そう言って、俺を見下したように笑う。違います。大げさに言っているわけではなく、本当に人の手作業で丁寧に仕上げないといけない工程なんです。俺は今一度進藤さんに訴えたのだが、俺の言葉は進藤さんに全く響いていないらしかった。名前は広田さん？さ、あんた年寄りで今時の機械がうまく扱えないからそんなことを言ってるんだろう？そう言って声を出して笑う。いきなり年齢の話を持ち出され、バカにされたので、俺は怒るよりも先に驚いてしまった。そういうわけではないです。年齢は関係ありません。どうか理解してください。さすがに上司に食ってかかるわけにもいかないので、終始丁寧に理解してもらえるようにお願いをしたつもりだ。しかし、そんな俺の気持ちも通じず、進藤さんはヘラヘラと笑い続ける。年を取ると機械のことがわからないって言うじゃないか。だから年寄り向けのスマホだってあるんだし。そんな話は今関係ありませんよ。とにかく進藤さんは俺の年齢のせいにしたいらしいが、別に俺は機械が扱えないからこの作業をしているわけではない。しかし進藤さんは俺の言い分など聞いていないとでも言うように持論を展開する。俺をバカにすることを楽しんでいるようにしか思えなかった。機械が使えないから他にできる仕事がないんだろう？だからずっと言い訳してここでそんな非効率な作業をしてるんだ。これだから年寄りは。進藤さん、どうして分かってくれないんですか？さすがの俺も口を開くたびに侮辱されたのでは悔しくてたまらない。
我慢できず少し強めに進藤さんへ言うが、そんな悔しそうにしている俺の顔を見ても、進藤さんは人をバカにしたような目で見るばかりだ。それどころか強い口調で俺の思いに反する宣言をする。こんな非効率的な作業をこのまま見過ごすことはできない。この作業も効率化させるために機械化させる。進藤さん、ここの作業の機械化は無理です。必死で訴える俺の姿に進藤さんは鼻を鳴らす。ここの工程を機械化させたら、あんたは不要だもんな。残念だったな。広田さんは用済み確定だよ。それはどういうことですか？はっきり言わないとわからないのか？察しが悪いな。あんたはもう会社にいらないんだよ。一瞬何を言われたのか理解できなかったのだが、どうやら進藤さんは俺をクビにすると言っているようだ。それを理解して体が固まる。俺は長年会社のために真面目に尽くしてきたつもりだ。上司の言いつけも守って真面目に働いてきたし、後輩や同僚たちにも親切に接してきた。それなのに、こんな急に理不尽に会社を去るように言われるなんて思っていなかった。まだ辞めたくないし、ここでやらなければいけないことがある。それでも、すぐにその言葉が出てこなかったのは、近藤さんに対する諦めがあったのかもしれない。先ほど言った俺の言葉が響いていないのであれば、抵抗しても意味はないだろう。一瞬の間に頭の中でさまざまな思い、感情がぐるぐると回る。わかりました。その結果、気がついたらそう答えていた。では、すぐに退職届を書かせていただきます。後で困っても知らないですよ。老人一人いなくなったところで何が困るって言うんだよ。人件費が減って会社に利益しか出ないだろう。俺がいなくなったら作業は回らないというのに、進藤さんは俺がいない方が利益が出るという。実際に困ったことが起こらないと進藤さんはわからないらしい。もう何を言っても意味がないので、俺はすぐに退職届を書き、進藤さんに手渡した。ああ、無駄が省けたわ。これも効率化できた。やっぱり全部機械化して効率化させてかないと。進藤さんはこんなところでも効率的に物事が進んだと喜んでいる。そんなにも効率化が大事なのだろうか。長年会社に尽くしてきた社員よりも、俺が会社に尽くしてきた数十年は何だったのだろうか。今までの会社での日々が走馬灯のように流れてくる。俺に対し技術を惜しみなく教えてくれ、育て上げてくれた過去の上司たちにも申し訳なさを感じる。俺は改めて悔しい気持ちが湧き上がってきたが、進藤さんにはついていくことができないと思った。簡単に効率化のために人を切り捨てる上司なんて俺は仲良くできない。だからこれで良かったのだとそう思うことにし、会社を去ることにしたのだ。周囲の人たちは急に辞めることになった俺を心配してくれた。そんな急に辞めろだなんて理不尽だよ。俺たちが進藤さんに掛け合うから。同僚や若手たちは俺に対しそんな優しい言葉をかけてくれる。その言葉で俺の数十年間は無駄ではないと思えた。温かいその言葉だけで十分だ。いいんだよ。俺はもう
進藤さんにはついていけないと思ったんだ。それに、そんなことをしたら、お前たちも進藤さんに目をつけられる。俺以外の人間が進藤さんの被害に遭わないことを願いつつ、俺は会社を辞めた。定年まで今の会社で働き続けるだろうと思っていたが、あっけなく俺は仕事を失ってしまったのだった。今まで仕事人間だった俺は仕事を辞めて寂しく感じていたが、妻に言われて久々のゆっくりと過ごせる時間を満喫することにした。ところが、そんな俺のもとに急に進藤さんから電話がかかってきた。進藤さん？なんだ？急な電話に驚いた俺だが、とりあえず進藤さんの電話に出ることにした。大事な機械が壊れた。あんたしか直せないらしいから、俺の権限で会社に戻してやるよ。電話に出た途端、矢継ぎ早に自分の言いたいことをつらつらと話し出す。はあ、いきなり何なんですか？あまりにも自分勝手な言い分に俺は戸惑った。いいから早く会社に戻ってきて直せばいいんだよ。俺の返事なんて聞いていないとでも言うように俺に語りかけてくる。しかし、進藤さんの話す内容から俺を下に見ていること、会社に戻れと言えばすぐに戻ってくると思っていることが伝わってきた。そんな簡単に俺が動くと本当に思っているのだろうか。何を言ってるんですか？俺は会社には戻りませんよ。もう進藤さんの元に戻る気はない。だから俺は進藤さんが要件を話し終えるのを待ってはっきりと断った。そして頭の中では予想通りの事態に納得する。進藤さんが困った状況に陥ることを俺は分かっていて会社を辞めた。今まで工場で俺はいろんな役割を担っていたのだ。長年培ってきた知識や経験を生かして工場のライン設計や新しい機械の開発などを一人でしていた。そのため工場内の仕事の中には俺でしかできないこともかなりあった。今回壊れた重要な機械というのも俺が開発したものなので、直すという作業も俺しかできない作業の一つだ。また、進藤さんに無駄だと言われた手作業の工程だって、俺が長年やり続けてきたからできる技術で、どう頑張っても機械化することは難しい。俺がいなくなった今、その作業ができるような人間はいない。急に仕事を辞める羽目になったので、後進育成だってできていなかった。しかし進藤さんは作業の重要性を理解していなかったために、後進育成について気にも留めていなかったのだ。そのツケが今来ているのだろう。いいから、機械が使えないから機械の修理係で雇ってやるんだぞ。今すぐ出社してこい。自分で辞めるように促したのに、自分が困ったらすぐに帰ってこいだなんて、こちらの都合を何一つ考えてはいないのだ。俺は辞めるとき、ちゃんと進藤さんに忠告をしたのに。進藤さんが同じ人間だと思えないくらい何を言っているのか理解ができない。いきなり電話をしてきたと思ったら、そんな勝手な話通るわけないでしょう。何を言ってるんだ。壊れた機械が治らなかったら年間10億円を稼げる製品が出荷できなくなるんだぞ。俺が言い返すたびに思い通りにならない苛立ちが声色に反映されていく。しかし
俺は進藤さんに言われた通り会社を辞めただけだ。会社の人間でもない俺がなぜ怒られなければいけないのか。さらに、機械が壊れたのだって、機械が直せない状況になっているのだって、俺のせいではない。俺に会社を辞めろと言ったのは進藤さんでしょう。今さらそんなこと言われても知ったこっちゃないですよ。なんだと？俺にそんな口を。俺は辞めるときに忠告しましたよ。後で困っても知りませんよって。俺の返事に進藤さんは激高していたが、俺には関係のない話だ。俺は自分の言いたいことだけ告げて、今度は進藤さんの言葉を最後まで聞くことなく電話を切った。自分の言いたいことをはっきりと言えて、少し気持ちが楽になった。その後も進藤さんから何度も着信があったが、出たところで同じ話がループするだけだろう。あまりにもしつこかったため、俺は進藤さんの電話番号を着信拒否にし、連絡手段を断つことにした。もう進藤さんと関わることはないだろう。そう思っていた。その後、十分に体を休め、自由な時間を満喫した俺は、同業他社の工場長として働き出した。一時は年齢も年齢だし、再就職も厳しいだろうと少し不安を覚えていた。長年就職活動をしていない俺だって、年老いた人間よりも未来のある若者の方が企業に求められることを理解している。急に仕事を辞めたことで自分を雇ってくれるような会社があるか、それが一番の悩みの種だったのだ。しかし、俺の心配をよそに嬉しいことが起きた。今の会社が俺が前の工場を辞めたことを聞きつけて、工場長として働いてほしいと打診してくれたのだ。俺を拾ってくれるだけではなく、俺の過去の経験を見込んで工場長という地位まで用意してくれた。自分の仕事を評価してもらえるのはこんな年になっても嬉しいものだ。年老いた自分を必要としてくれて本当にありがたい話だ。頑張って働かせていただきます。仕事の誘いに対し、俺は2つ返事で働くことを決めた。新しい環境でよそ者だった自分が受け入れてもらえるかも不安だったが、急に工場長としてやってきた俺に、新しい工場の従業員たちはとてもよくしてくれる。本当にいい環境で、進藤さんが会社に来る前の会社くらい心地よく働くことができた。ところが、工場長として働き出して1月くらいが過ぎた頃、働いている俺のもとに見覚えのある人物がやってきた。進藤さんだ。電話番号もつながらないので、俺に会いに来るしかないと思ったのだろうが、よくここが分かったものだ。まあ、同じ業界なので、何らかのつてを使って探したのだろう。俺はしぶしぶ面会することにしたのだが、目の前に現れた進藤さんを見て少し驚いた。以前は若々しく体格も良かった進藤さんだったが、今俺の目の前にいる進藤さんは心労からなのか、頬は少しこけ、顔色も良くない。広田さん、頼むよ。会社に戻ってきてくれ。俺の元に来た進藤さんは、前のような勢いはなく、必死に俺に頭を下げて頼み込んできた。本当に困っているんだよ。必死に俺に懇願し、俺が会社を辞めてからのことを聞いてもいないのに語り出す。結局、
俺が機械を直すのを断ったことで、壊れた機械は使えなくなってしまい、市販されている一般的な機械を購入することにしたという。しかし、一般的な機械ではやれることが決まっている。そのため、今までと同じ質の製品が作れなくなってしまっていた。それはそうだ。一般のものでは能力不足だったために開発したのだから。さらにまずいのが、機械の変更に加え、俺がしていた最終工程をできる者がおらず、その工程ができなくなったことだ。製造した製品が不良品だと苦情を受けることも増えているという。取引先もいきなり製品の質が変わったことでかなり驚いただろう。俺が進藤さんに言った通り、俺のしていた最終工程は本当に重要なものだったのだ。機械を変えたことによる質の変化という要因も大きいが、俺がやっている手作業こそが製品の品質を左右している。責任もある仕事だったが、俺はやりがいを感じていたし、その重要性を理解していた。しかし、進藤さんは何回訴えても、俺の言葉を聞き入れようとはしなかったではないか。だから俺は辞める前に言ったじゃないですか。機械ではできない作業をしていると。機械でもできると思ったんだ。俺はきちんと説明をしたはずです。それを理解しようとせずに、強引に俺を退職に追い込み、機械化させたのは進藤さんの判断ですよ。人を年寄りだと機械を使えないとバカにした結果がこれなのだから、進藤さんの責任だ。もしこのまま俺が戻ってこないと、いずれすべての機械を入れ替える必要があるという。すべての機械を入れ替えた場合、かかる費用は数百億円にも及ぶ。さらに問題となるのは金額だけではない。すべての機械を入れ替えてしまうと、他社の製品と何ら変わりないものしか作れなくなってしまう。前の会社は他社とは差別化した製品を作れたことで利益を出すことができていた。他社と同じ製品は求められていない。このまま求められない質の製品を作っていても、取引先はどんどん手を引いていくだろう。現状維持だと会社の存続自体が危うくなってくるのだ。だから進藤さんは過去の製品の質に戻すべく必死で俺に戻ってきてほしいと頼み込んでいるのだ。本当にお願いだよ。戻ってきてくれ。もうすでに業績は悪化し始めている。このままだと俺は。そう言いながら進藤さんは地面に額をこすりつけ土下座する。あのプライドの高かった進藤さんが土下座をしてまで俺に必死で頼み込んでいる。相当自身の立場が危うくなってきており、焦っているようだ。おそらく進藤さんは業績が下がったことで上の人間にもどうにかしろと言われているのだろう。しかし俺はいくら進藤さんに土下座をされても何度頼まれても前の会社に戻ることはできない。進藤さん、私は今この会社の工場長です。この工場を仕切る立場にいる私が急に会社を辞めれば、今度はこの会社がうまく回らなくなります。俺はそんな無責任なことはできません。お引き取りください。俺は今の工場を捨てることはできなかった。そんなことを言わないでくれ。俺はしっかりと断りを入れたのだが、進藤さんはなかなか納得してくれず、その後も何度も会社に戻ってきてほしいと懇願されたが、最後まで俺は首を縦には振らなかった。やっと帰ってくれた。
俺に何度も何度も頼んでくる姿を見て少しかわいそうに感じてしまったが、これも身から出たサビというやつだ。もう今の俺にはどうすることもできないので、俺は目の前の仕事に打ち込むべく気持ちを切り替えようとした。しかし、長年お世話になった会社だ。進藤さんが今の会社に謝罪に来て以降、俺は前の会社がどうなったか少し気になってしまった。そんな折、俺の耳に前の会社が業績悪化し続けたことで大手自動車メーカーに買収されたという話が入ってきた。最終的に子会社化したらしい。進藤さんは責任取らされてさ、解雇処分になったよ。泣いてたけど、まあ自業自得だよな。進藤さんのその後に関しては、元同僚が連絡してきて教えてくれた。俺に対しての言動もひどかったが、進藤さんは他の従業員にも効率化を強要したり、心ないことを言っていたらしい。そんな進藤さんを守ろうとする者はおらず、寂しく一人で会社を去ったという。下手すれば前の会社は業績が悪化したことで倒産する可能性も十分にあったのだ。俺は前の会社がどんな形でも倒産せずに残ってくれて安堵した。工場の従業員もこれまで通り働けるから一安心って感じだよ。そうか、それはよかった。俺が辞めたせいでみんなにも迷惑をかけてすまなかったと思ってるよ。あれは進藤さんの責任だ。誰も広田さんを責めてないよ。それより今は工場長なんだろう。責任重大だな。ああ、けどやりがいはあるよ。工場長を任されたからには、これからも今の工場で仕事へ真摯に向き合っていこうと思っている。前の会社では技術を若手につなげることがいかに重要であったかを学ばせてもらった気がする。もしも俺が会社を辞める前に他の人に俺の技術を教えていれば、今とはまた違った形になったかもしれないと何度も考えた。そんな経験をもとに、現場の責任者としての仕事だけではなく、若手に自分の持っている知識や技術を惜しみなく叩き込んでいこうと思っている。